それでは1番をお選びいただいた方、リーディングを行っていきます。今回のテーマは、お相手の今のあなたに対するお気持ち、恋の近未来について見ていきます。よろしくお願いします。はい、では早速今回も見ていきます。トランスペアレントオラクルカードよりシャッフルして出していきます。まずはお二人の恋のテーマ、お相手の今のね、コンディションっていうところも出していきます。こちらのオラクルカードを2枚使ってみていきましょう。申し訳ございません。3枚使って出していきます。まずシャッフルして3つにカットして出していきます。はい、では今回もよろしくお願いします。それではこちらからまず見ていきます。こちらがお相手のコンディションです。こちらですね、そうですね、今水のカード、エレメントのカードが入っています。感情を表しますね。主に感情面。そしてあなたのこちらコンディションのところ、こちらもあなたが秋の始まり、収穫、そうですね、自分自身を見つめるとか楽しみを見つけているなど豊かなカードが入ってきています。あなたとお相手、今波長が合っている、相性がいい、仲良くやっている、そんなねイメージも入ってきます。たとえ今何かがあって連絡が取れないとかうまくいかないことがあったとしても、もともと今持ってらっしゃる気質っていうのがお互いの相乗効果があるので、喧嘩していてもすぐ仲直りできる、より一層深い絆で結ばれるなど良い相性ではあるっていうのがね出てきています。はい、いいですね、とてもいいです。お相手があなたを豊かにしてくれるような存在、お相手がいるから刺激を受けてあなたがいろんなことをやってみたい、お相手のために尽くしたいとか、お相手が逆にあなたに尽くしてくれてあなたがそこで花開かされるものがあるのかもしれませんね。とてもいいです。豊かな感情の行き来っていうのが見られます。はい、そしてこちらが今回のお二人のテーマカードとして出しています。こちらがですね、お相手の気持ち、お互いの気持ちを感じ取る力、エンパシーっていうカードなんですね。感情的なつながりや共有などを表します。そしてこちらもやはり水を表す要素のカードなので、お相手の今のお力がとても強いっていう風に見ますね。お相手の影響力っていうところがすごく強いので、あなたが今お相手からとても良い影響を受けているとか、共有しているお気持ちがある、それを感じられるっていうのがね、そういうのが入ってきています。とても素晴らしい流れになっています。たとえね今うまくいかないなっていうことがあったとしても、それはそのうまくいくように流れが整っていくよっていうのもね入ってきます。心をぜひ開いて今お相手に向かっていく時です。あなたの頑張りがお相手に届く、周りに認められるなど嬉しいことがありそう。さあ自分自身の心を開いてくださいって、そんなメッセージも入ってきていました。ではこのままタロットカードを使ってお二人の恋の近未来、お相手目線でお相手は今あなたのことをどう思っているのかっていうのも出していきます。まずタロットの前にこちらのブレッシングオブラブオラクルで1枚お相手のところでカード出していこうと思います。お相手のところに1枚出しています。客観視、あなたに夢中っていうのも入ってきます。周りのことに気がつかないぐらいとらわれている、心が奪われているっていう意味ですね。違う視点を持ってそれも楽しみたいっていうことももちろん入ってくるんですが、今そのあなたからのお互いの相乗効果がすごくあって楽しいっていうのが伝わってくるので、2人の仲がとても良くて、今あなたと仲良くなっていくことに夢中になっていて、周りのことあまり見えていませんとか、そういう感じがするんですが、
どうでしょう、お相手は今、どうだろうか、自分の殻から打ち破る時なのかもしれないし、より一層豊かになっていくっていうのも感じます。では早速こちらタロットカードを使ってお相手の今のあなたに対するお気持ち見ていきます。はい、それでは見ていきます。はい、今回ケルト十字を使ってお相手のお気持ち出しています。すごくね、素晴らしいなというふうに思いました。お相手の今の現在立ち位置のところに力のカード、そしてカップのエースも出てきています。そしてお相手の頭の中で考えていること、意識的に考えているところにワンドのページ、そして深層心理にカップのキング、そして今までのことの流れ、時系列で見ていくと、ここにワンドのキングのカードも入ってきていますし、キングのカードが多いんですね。あなたに対するお気持ちとしてもソードのキング、そして不安や恐れ、期待のところにジャスティス、今の課題点とも言えるかもしれません。カップの2番とともに出てきています。はい、2人が結ばれていくためにっていうのがお相手の中の大きなテーマとして今入っているかなと思います。この芽生えてきた気持ちをあなたとどう紡いでいこうかな、どう伝えていったらいいかな、どうやって2人で歩んでいこうかなっていうところにすごく意識が向いているんだと思いますね。そしてこちら流れ的にマジシャンのカードが入ってきています。アドバイスカードやお相手の今後の動きとして見ていきます。すごく素晴らしいカードですね。お相手の方からのアクションっていうのが期待できそうです。この方からの何かしらの動きが出てくると思います。それを受け取ってくださいっていう流れですね。ぜひ自分の思いや、言葉を聞いてほしい、デートのお誘いに乗ってほしいとか、そういう期待の気持ちがいっぱいありますね。あなたと足並みを揃えて歩いていきたいんだっていう寄り添う気持ち、姿勢っていうのがすごく見えています。はい、今困難に感じていることっていうのもおそらくそんなに大きなことはないんじゃないかなと思っていますね。そしてこれから先の近未来、ワンドの10が入ってきています。つまりオーバーワークなんですが、今回このカードの並びで、そしてあなたに対するお気持ちとして見ていくので、お相手のお気持ちが過度になっていく、愛が重くなっていくっていうところで釣り合いを取っていくのが難しくなってくるかもしれません。ですがそれを乗り越えて立ち直っていくというか、バランス取れるように、だからどうやったら本当にあなたとバランスよくこの愛情を保っていられるかなとか、一緒に歩んでいけるかなっていうところを考えている。時々視野が狭くなってしまうんだっていうところが入ってくるんですよね、お相手の方で。あなたに夢中っていうところで、今まさにこの恋愛がスタートしたとか、いい感じっていうのも入ってきますし、今まで自分の中に秘めていた思いをこれから出していこうっていうふうに思っていたりとかもします。あなたに寄り添っていたい、包み込んであげたい、支えたい、寄り添いたいっていうね、温かい気持ちっていうのが芽生えています。そしてこれからやはりその胸に秘めていた思いを形にしていく、何らかの形にしていくっていうのは出てきています。はい、あなたに対してはっきりと意思表示していく、自分の気持ちを伝えていくんだっていうこと、そしてあなたからもらっている気持ち、愛情っていうのも受け取っているんだよっていうことが出てきているので、自信があるんです。あなたと結ばれる自信がある。自分がお誘いしたらあなたは良いお返事をくれるだろうっていうふうに確信を持っていると思うんですね。それぐらい仲がいいし、距離が近いし、心の距離っていうところですね、2人がピタッとくっついているような、そんな気持ちでいるよっていうところで、かなり今そのお相手感受性豊かになっています。喜び事を分かち合いたい、自分がいいなと思ったものをあなたにも知ってほしいとか、そういうことですね。
あとは穏やかな癒しっていう空間、それを求めているんですね。またあなたもそれを、収穫、お相手と喜びを分かち合って、そこで実りっていうところにあなたが持っていくことができるからっていう風に出てるんですね。お相手が水を与えて、あなたがそれを受け取って何かを、恵みや豊かなものを受け取るとか育むとか収穫っていうのが出てるんです。なので近未来、この恋、恋愛進んでいきそうですね。流れがとても良いです。2人の心も開かれているような状態、素直になっているんじゃないかなとも思うんですが、いかがでしょうか。あなたに対してもお相手これから動いていくよって、はっきりと自分の意思表示していくっていうところが出てきているので、あとはその自分の愛情が重くならないかどうかっていうところ、ちょっと重くなりそうなんですね。今よりもこれから先バランス取っていくのが難しくなってくるかもとは出てきています。シャドウキャットのカードで補足もらっていきましょう。はい、こちらのカードでもらっていきます。まずこの近未来の先、運命に抗うというカード、調和の回復、考え直す、この3枚が出てきています。まずこの未来に対して抗っていくということ、そしてあなたとの間に何かあったとしてもハッピーエンディング、これはハッピーエンドへと向かっていく、2人の間の障害物が去っていくっていうカードが出てきています。だから自分の気持ちを押し出していけるようになるとか、そうですね、お相手の中の迷いが消えていくのかもしれません。または秘めていた思いをやっぱり打ち出していこうっていうふうに思っていたりとか、またその人間関係とか対人関係、パートナーシップにおいて障害になっていたものが消えていくことによって自分たちの仲がより一層深まっていくっていうこと、そして抗うっていうカードが出てるので、どんな流れになったとしても自分たちが寄り添っていられるように戦い抜いていくんだ、自分の筋を通していく、自分で決めたことを、たとえね周りの人に違う、間違ってるって言われるかもしれないけど、それとも合ってるっていう風に応援されるかもしれない、わからないけど、自分でそう思ってることを自分で伝え続けていく、通していくんだっていうね、固い意志っていうのが見えてきています。時にはやり方を変えたりとか工夫していきながら、あなたとどうしたらうまくいくかなっていうところをいつも考えているよ、いつもあなたのことを思っているし、あなたとうまくいくといいなっていうことを願っている。ややワンドの点が入っているので、愛情が重くなったり、またはお相手の方で負荷がかかっていくような近未来の流れっていうのが現れてきそう。課題になってくるのはお互いの愛情のバランスだったりとか、または社会的なバランスってこともそうかもしれませんね。そうですね、それは周りから見て果たして良いのだろうか、自分たちにとって良いのだろうかっていうところのバランスかもしれません。周りのことを気にしすぎる必要はないんですが、やはりどこかで最低限守っておかなければいけないルールっていうところも出てくるかもしれないなっていうのは、お相手の中でちょっと考えているところはあります。しかしそのルールを超えて2人の関係を進めていきたいっていうところは出てきています。はい、問題となっていくのは2人の気持ち、お相手が気持ちを伝えていくかどうか、あなたがそれを受け取ってそこで新しい世界へ2人で踏み込んでいけるかどうかっていうのが今のポイント。今の関係性から恋愛関係になっていくのが今このお相手の中の大きな割合を占めています。それではアドバイスカードもらっていきましょう。お相手これから動きを見せてくれそうです。今までも全くはっきりしなかったっていうわけではないと思うんですが、これからよりもっとはっきりした恋愛の意思を通してくると思います。または感情ですね、喜びとかそういうポジティブな感情を出してくると思います。それを受け取ってあなたが形にしてほしいっていうことが出てきていますね。すごくこのオラクルカードもね、相性が全ていいんですね。なので今とても波に乗っている時っていう風に思ってください。このエンパシーっていうカードは相手の気持ちを汲み取る
感じ取る力のことをエンパシーと言います。はい、2人で一緒に同じことを経験したり共有しましょうっていうことですね。あとそうですね、ハートチャクラにも関わってくるので、今心温まるような瞬間が訪れたりとか、お相手とのコミュニケーションが活発になっていく時っていう風に捉えるといいと思います。またそうですね、あなたの方でチャクラが活性化されていると思いますね。このカードを見ていると特に滞りなくやられていると思うんですが、いまいちその愛情を感じづらいとか、自分の気持ちを伝えづらい、コミュニケーションがうまく取れていないっていう方に関しては、ハートチャクラを活性化させていくといいと思います。自分の気持ちに素直になるためにっていうことで、一度リラックスして落ち着いた時間をとってみてください。そして自然に触れること、心がすっきりするようなことをするといいと思います。はい、1枚もらっていきましょう。あなたのままでいい、そのままでいいんだよ、あなたはあなたのままでっていうカードが入ってきています。今そうですね、あなたの中でも自然体でいられるんじゃないかなっていうふうに見ています。カードすごくポジティブなカードなので、例えばお相手と喧嘩してるとか険悪なムードっていうのを感じられないんですよね。あなたのままがとても素晴らしいということ、お相手がそこに魅力を感じているということ、そしてあなたの助けになりたいと思っていること、自分の気持ちを伝える優しい気持ちを伝え続けていって、いずれ発展させていきたいというふうに考えていること、この秋または冬、2人でデートを重ねてロマンチックなムードになりたいということ、もう迷わない、決めたんだっていうことが出てきています。はい、コミュニケーションや気持ちっていうところが大きく関わってくると思いますし、伝えていきたい。またお相手の方から言われると思います。そのままのあなたが素敵だよとか、迷っている時に手を差し伸べてくれる、相談に乗ってくれる頼もしいお相手だと思います。どんなことがあっても今までよく2人でね頑張ってきたよねっていうことがね言われるかもしれません。はい、あなたのままでいい。そしてまたこちらのオラクルカードからもアドバイスカードをもらっていきましょう。お相手に何かしてあげられることあるのかなっていうと、やはり近未来、これから少しお相手の方でお疲れ気味、お疲れモードなんですが、それはあなたに対して気持ち的になくなっていくわけではなくて、あなたに対する思いは増えていく、募っていくんですが、なかなか会えないとか消化不足なんですよね。自分の気持ちを全て出していけないとか、また出しすぎてしまうっていう気持ちのバランスの整え方っていうのがうまくいかないなっていうところが出てくるんですね。すごく思っているのにデートできない、会えない、声聞けないとか、逆にアタックしすぎて愛が重くなっちゃうとか、あなたはそれを受け止めてくれるだろうかっていう不安にもなってくるかもしれないっていう時に、あなたが何をしてあげられるかなっていうところでクールダウン、冷静にってお相手に落ち着いて落ち着いてって熱くなる気持ち抑えて抑えてっていう風にね、すごく嬉しいんですけどね、たくさんの愛情をくれるので、お相手の方で感情的になってしまうというか、それはカッカしたりとか怒り出すとかではないんですが、気持ちがやはり大きくなって溢れていっていくんですね。普段だったら絶対に取らないような行動とかをお相手の方で見せてくるかもしれないので、そういう時に大丈夫だよとか、あなたの方で心の余裕を持ってお相手に接していくと、ここは2人のバランスがとても整っていくのではないか。お相手が冷静になって、また落ち着いて、ありがとうって寄り添ってもらえてよかったっていう風に、お相手もそうですし、あなたも寄り添うそのお互いの姿、お互いなくてはならないよっていうところと、足りないところはそれぞれが補っていけるような今の愛情っていうのが出てるので、お相手が暴走気味になったら、その時はあなたが止めてあげてねっていう風に出てきていました。冷たくなるとかそっけなくなってしまうっていうわけではなくて、お相手の気持ち、情熱的になっていくんですね。どんどんと周りが見えなくなってしまうようなこともありそうなんです、近未来。ただしあなたの力添えもあって2人で乗り越えていくような、そんな流れになっています。はい、なのでなんか近々いいニュースを聞けるんじゃないかなと思います。結果、実り
っていうところでお相手から嬉しい一言があるとかね、そういうお相手の、大胆な行動といいますか、感情的になってしまうようなね、突発的な行動が起きたとしても、そういう事態があったとしても、あなたの力で2人で乗り越えていけるとか、そういうところになっていくと思います。はい、素晴らしい流れなんじゃないかなと思います。お互いが支え合っていけるような、そんな流れです。ではアドバイスカードをもらっていきましょう。こちらはセコイアの木という植物です。このセコイアの木というのは勇気、そして永遠を表します。カードのメッセージは忍耐、結束、そして今後の可能性が広がっていくというメッセージです。忍耐を持って出会うすべての心に春の種をまいていきましょう。優しさの水を注いで、あなたの周りで幸福が自然に広がる様子を見てください。今、幸せの種をまいていきましょう。もうすでにまいてるんじゃないかなと私は思います。このカードを見ていて、あなたが自然と周りの人に愛情を配っていけるところ、そんなあなたがお相手は素敵だっていうふうに好印象を持たれていること、あなたはどこにも不安を抱くことなくお相手に自然体でね寄り添っていけること、そんなお二人の関係性も見えているし、今お互いの相性が良くて、お互いそれぞれ調和していったりとか、喜びを2人で分かち合って喜びが2倍になるとか、そういうね増長効果っていうのが見えているんですよね。なので今この2人の絆を信じて、今まいた種っていうのは冬春の頃には一つの実りとなって、その前にも実りがもらえそう、良いお言葉とかコミュニケーションができそうで、もっと大きな実りが冬春のあたりにやってくるんじゃないかっていうのが出てきています。はい、ぜひ今のままのあなたで進めてみてください。この恋応援しています。今回はお相手の今のお気持ち、2人の恋の近未来について見ていきました。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。それでは2番をお選びいただいた方、リーディングを行っていきます。今回のテーマはお相手の今のあなたに対するお気持ち、そして2人の恋の近未来について見ていきます。よろしくお願いします。では早速見ていきましょう。まずはお相手のコンディション、あなたのコンディション、そしてお二人の恋の今のテーマになるものをこちらのトランスペアレントのオラクルカードシャッフルしてもらっていきます。全部でカード3枚出していきます。はい、それでは見ていきます。まずこちらですね、亀のカード、これがお相手を表します。現在のコンディションです。亀なので、お相手のサポートする力とか、忍耐、強さ、持久力で耐えていくっていう、ゆっくりだけど支えていくとか、安定しているとか、そういうことが伝わってきます。そしてあなたのところにはこちらは地の精霊ノームのカードです。同じくあなたも強さや忍耐っていうワードが入っているんですね。ですが少しだけ違います。ただし相性は良いですね。お相手が水の、エレメントを持っていて、あなたが大地ですね。で、地の精霊ノームというのは働き者の、妖精ですね。イメージで言うと白雪姫に出てくる7人の小人のようなね、働き者の精霊です。そして責任を持ってやり遂げる、時々いたずらなんだよって、いたずらしちゃうよっていう、そういう遊び心も持ちながら毎日日々取り組んでいる、頑張ってるよっていうところと、こちらの神も幸運を表すんじゃないかなっていうふうに思っているので、お互いにとって今励まし合えているような存在、あなたからしてみたらお相手は自分にとってはなくてはならない存在だし、お相手に支えてもらってるっていう風に強く感じてるだろうし、その逆もまた
ある、お相手もあなたに支えてもらってるってところがあるし、2人で今頑張ってる、取り組んでるってことが共通認識であるかもしれません。なかったとしてもお互いの存在が支えになってるよ。そして今の恋愛のテーマっていうところでビジョンのカードですね。こちらそうですね、光のエネルギー要素を持っていたりとか、第三のチャクラっていうところで今の直感っていうのが今回テーマなんですよね。今ただし2人の間に忍耐っていうカードが出てるので、何かしら耐えていることがあるのかもしれない。しかし2人は決して失望していません。この先の未来っていうところを見据えて今耐えているんだよっていうところがね、出てきているんですね。これから先が明確にはっきりと見えているかもしれない。だから頑張れるんだとか、あともう少し待てば、2人にとっての春がやってくるなど、もう少し待てばっていうのが伝わってきます。そのためにもう少し未来をクリアにしていきたい、今何をするべきか知りたいっていうふうに思っている方もいるかもしれない。はい、ではこちらをテーマにお互いのコンディションも見ていったので、お相手の方が特にエネルギーが強いかもしれないですね。保護、守る、守護っていうところで、動きを見せてほしいのはお相手の方かなと思います。そして今この方幸運を持ってらっしゃるので、月が巡ってきてるので良いことがある、この人の周りで良いことがあるのではないかなっていうのも感じます。予感がしますね。もう少し見ていきましょう。ではこちらのオラクルカードよりお相手の今テーマ、こちらの紙に対して補足でもらっていきます。長く取り組んでいるものがお互いそれぞれあるようにも感じるんですよね。お相手1枚、溺愛のカードです。愛に溺れているっていうね、そういうカードでいいんですよね。ロマンチックです。あなたのことを溺愛、愛しているよっていうところで、お相手からの愛を感じますか？もうね、その2人で恋人関係ですっていう方は、2人とも忍耐のカードが入ってるので、将来に向けて貯蓄をしていたりとか、将来に備えて今積み重ねているとか、そういうことも伝わってきます。ただね、そのお相手がそうですね、幸運っていうところを持ってきてくれるので、何か動きを出すとするんだったらこの方からなんじゃないかなとも思う。そしてあなたのことをすごく愛してるよっていうのが出てくるので、可愛い、もう見てるだけで可愛い、もう声が聞きたくてとか、何気ないことでも話しかけてくるなど、もともと積極的にあなたとコミュニケーションを交わしていると思うんですが、ここにはあなたのことを本当に可愛いと思っている、素敵だと思っている、愛しているっていう気持ちがあるんだよってことが出てきています。ではこれらを踏まえてタロットカードからお相手の今のお気持ち出していきます。はい、ではこちらで見ていきます。はい、穏やかですごく素晴らしい。もうこちらに太陽のカードが入ってきているので、2人にとって明るい出来事っていうのがつい最近とか過去にあったのではないかなと思っています。はい、どうでしょうか。明るいこと、嬉しいこと、喜ばしいこと、成功などね、この太陽の輝かしかったことっていうのが入ってきます。それは現在も続いてるんじゃないかな。お相手のところでやはりこの明るいカードっていうのが入ってきてるので、もちろんあなたを守っていきたいとか、これからもっとね仲良くしていきたいとか、この永久にこの輝きを保ち続けていきたいって、そういうお気持ちが強く出てきているし、お相手が今意識的に考えているところもワンドの4番、温かさ、ぬくもり、あなたと肌を重ねているととても癒される、安心できる、
とか、あなたの顔を見るだけで癒されるんだとか、声とかかもしれません。あなたの存在が自分を癒してくれる。そしてこちらの深層心理のところでもカップの2番が入っているので、いかにあなたとつながり合うこと、肌を重ねることだったりとか、2人がこのように向き合ってお話ししていることとか、あなたに照らされているこの自分の気持ちがいかに温かいものなのかっていうことを強くね、表してきてくれています。これは深層心理なので、お相手の中でも自覚されていないところなんですが、胸の中に自分自身も気づいていないところにあなたとのつながりっていうのが出てきているんですよね。素晴らしい。湧き上がってくる思いをあなたと育んでいきたい、とても理想的な関係を築いていきたいと思ってるし、そのような相手だっていうふうに思っているあなたのことを。そして近未来はペンタクルのエイト、そしてお相手の現在の立場っていうところでソードのエース、あなたに対するお気持ちやあなたのところ、あなたを表すところに星、スターのカード、そしてこのままの流れでいくとペンタクル3番、そして叶えてペンタクル7番とワンドの6番です。2人の関係性をより一層磨きをかけていきたいっていうところですね。お相手のお気持ち、そのために自分で日々励んでいく、あなたとまめにやり取りしていきたいっていう、そういうお気持ち、意思っていうのも出ています。気持ちだけじゃないんだよっていうところですね。生活に落とし込みたいっていうところなので、もうその両思いとかお付き合いされているところまで行っていらっしゃる方もいらっしゃるんじゃないかなと思うんですが、まだそうじゃないっていう方は、その忍耐のカードがね、2人の間に入っていたので、やっと今までお互い隠し持っていた気持ちっていうのを出していって、これから交際っていうね、目に見えてわかる、誰から見てもお互い恋人でしょっていう風に認めてもらえるような、そんな関係にしていきたいっていうのがお相手の意思として入っています。もうすでにお付き合いされている方っていうのは、それをもっと生活に落とし込みたいっていうことなので、同棲がスタートするとか、深い関係、さらにより深い関係へっていう風になっていきます。実際に肌を重ねてぬくもりを感じ合うとか、声を聞いて満足するだけではなくて、手を取り合ってみたりとか、目を見つめ合いながらお食事をして、美味しいとかね、楽しいねとか、そういうことを話し合ったりとか、もっと確かなものっていうのをお相手は求め始めていきます。もうすでにこの少し前のところに太陽のカードが出ていたので、確信にもなるようなことがお相手の中であったんだと思います。あなたが自分のことを好きでいてくれるとか、確かな自信が生まれてきたとか、自分たちって両思いなんじゃないかとか、嬉しいことがお相手の中にあったんですね。あなたとのことで。なのでこれからもっとお近づきになっていきたい、もっと知りたいなっていうふうに思っていたり、お互いの中でね、忍耐、ずっと長く待つっていうカードが出てきているので、中には遠距離恋愛をされている方もいるかもしれないですよね。長く耐えているんだけど、それでも頑張ってる、幸せを信じて頑張ってるんだよっていうことと、あなたも毎日積み重ねてやっているんですよっていうこと、毎日同じことの繰り返しかもしれない、でもそれが今の2人にとってはとても心地いいものなんだっていうふうに伝わってきます。そして近未来というのも揺るがないっていうのが入ってくるので、どんなことがあっても2人で解決していける、乗り越えていける未来に向かってね、いい流れが出てきています。より良い関係性をつかみ取っていくんだっていうお相手の意思、が出てきているので、それをはっきりとあなたに伝えるとか見せてくれるものがあるんじゃないかなと思います。あなたはお相手にとってスター、輝かしい存在、離れているけど魅力がすごく伝わってくる、いつもそばにいられないっていうような関係性かもしれないけど、あなたのことを思い出すだけで温かい気持ちになれるなど、そういうね、清らかな気持ち、清らかな存在っていうのが入ってくる、純粋にお相手のことを思ってくれているっていうのが十分に伝わっていると思います。それではシャドウキャットのカードを使って補足出していきます。
では見ていきましょう。注目の視線、そして歓喜のジャンプ、イエス、そして噂になるゴシップと出てきています。周りのことを気にしないでいきましょう。それはそうですね、お相手が気にしているとかではないと思います。ただ注目が集まってくる、そのことによってやっかみを言われたりとか、ね、2人ってどういう関係なのとか、その正々堂々とお相手はしてるんですよ。でも中には秘密の恋愛っていうことで、そうですね、社内の中で恋愛してるので、みんなの前では社員同士の関係性として振る舞っておきましょうとか、そうやってやってらっしゃるとか、あまりみんなの前では恋人感っていうのを出さないようなね、そんなお二人の関係性っていうのも見えてきていて、それが注目が集まるようになってくるっていうんですね。お相手がもっと確かなものにしていきたい、掴み取っていきたい、良い関係性を作り上げていきたいと思うに従って、周りからの注目が集まるようになっていきます。その時にたとえ何か言われたとしても褒められるかもしれないし、そうじゃないマイナスなことを言われるかもしれない、何を言われても決して揺るがない2人でいましょう。そうですね、忍耐のカードも入ってるから、周りのことに対して気にしているところがあるのかもしれないですよね。実はあなたかお相手かっていうところでですが、お相手はそれは周りのことは周りのこと、自分たちのことは自分たちのことっていうことで、その人の今持っているオーラっていうのがとても素晴らしい、温かくて、幸運っていうね、亀は幸運を表しているので、素晴らしい今運気に包まれているんですよ。そしてあなたが陰ながら頑張っていることもちゃんと見てくれています。それを評価してくれているし、だから周りが何と言おうと、あなたはあなたなんだよってことをお相手は伝えてきてくれてるし、あなたしか見えていないっていうこともちゃんとね出てきているし、そしてここにイエスっていうカードが出てるので、あなたにもちろんイエスって言ってもらえるように努力するし、そう言ってほしいっていう気持ちもあるし、周りがどうこう言うんだったら周りもねイエスって言ってもらえるように自分で説得していく、納得できるように自分で言動していくんだっていう確かなるものっていうのを持っています。はい、今お相手が目指しているのはあなたとの関係性においてイエス、はい、そういう関係性になるんだっていうことです。はっきりとしていますよね。イエスってしっかりした言葉だと思いませんか？曖昧ではなくてはっきりと出てきています。まさに自分の今の立場を押し出していく、ジャンプしていくんだ、喜びの世界へ自分で動いていくんだっていうのがはっきりと出てきていますよね。今の関係性をより確かなものにしていくんだ、築き上げていくんだっていう気持ち出てきています。ではオラクルカードを使ってアドバイスカードをもらっていきます。はい、アドバイスカードを2枚出てきています。レッドイットゴー、ありのまま、そして自然の中へということで、今その自然というワードが今あなたを幸運へと導いてくれるかもしれません。疲れすぎて、気を張り詰めすぎていて疲れているのかもしれませんね。グリーンのカードが2枚とも出てきています。あなたが毎日頑張っているということ、それは恋愛やお仕事、今の生き方全てにおいてあなたは本当に頑張っているんですよね。この働き者のカードなんですね、ノームっていうのが。はい、そして大地の精霊でもあります。あなたには今自然の力が必要かもしれません。それはもっと頑張りなさいという意味ではなくて、いっぱいいつも頑張ってるので、たまには肩の力を抜いて、これ冒頭にもお話ししましたよね。ノームのカードは働き者なんだけれども時々遊び心を持ってるんだよ、いたずらしちゃうんだよっていうカードだということ、そのいたずらっていうところに今目を向けてみましょうっていうことです。いたずらするのではなくて、あなたの中に余裕を持たせるとか遊び心を持たせると、より一層
心が楽になるんじゃないかっていうことですね。自然の中へ足を踏み入れてみてください。森の精霊たちがあなたを呼んでいます。もともと今のあなたはこの精霊がついているんですよね。守られているんです。自然があなたを守ってくれているんです。より一層守りを強いものにしていきましょう。ありのままなので、無理しすぎていたり、肩に力が入りすぎていたのかもしれない。もっとしっかりしなきゃとか、自立していかなければとか、そういうことを考えていたかもしれませんね。ふと一人森の中に足を踏み入れて、マイナスイオンを感じる、自然の空気を感じることによって精霊たちのエネルギーを借りていきましょう。少し不思議なお話になってしまうかもしれないんですが、木に触れてみるとか、自然を感じる、風を感じる、その森林の中の澄み渡った空気っていうのを皆さん知ってらっしゃると思うので、ぜひそれを感じに行ってください。今のあなたには自然のエネルギーが必要な時ですと強く出てきていました。ここね、すべてグリーンのカードで自然を表しています。ありのままも肩の力を抜いて自然体でいてねっていうこと、そしてこちらもね、自然の中へ足を踏み入れてっていうこと、そこにヒントが眠っています。あなたがもしかしたら抱えていたもの、もやもやしていたもの、または気を張り詰めすぎていて頑張りすぎていたこと、それらから解放される時間を取りましょう。それは家の中でなくて、できれば自然のある場所に行かれた方がいいと思うんですね。身近に自然な場所がないという方は、いやでもこれはやはり今の季節だったら紅葉を見に行かれたりとか、少し遠出してても森とか山とかに触れた方がいいと思うんです。水じゃなくて今回山ですね。緑のある場所なんです。小さな公園でもいいです。芝生の上に座ってお天気のいい日に風を感じてみるとか、秋の涼しい風を感じるとか、日中がいいです。午後、昼過ぎですね、光が当たっているところで日向ぼっこするような感覚、風が吹いているとなおいいんですが、そこで美しい景色が見れる場所がいいんです。少し電車で遠出して1時間2時間かけて山に行くとか、神社に参拝しに行くのもいいでしょう。神社には聖なるエネルギーが流れていて、あなたが心地いいと思う場所ですね。神社といっても様々あって、あなたが今導かれている場所、行ってみたいなと思っている神社だったりとか、自分のお気に入りの神社に行ってみてください。そこには木があるはずです。ご神木とかその周りに木が生えていると思うので、その木からのエネルギーをいただいてください。多分身近な場所で言えば神社なんじゃないかなと思うんですね。そうではなくて山とか森林とかに足を踏み入れてみるのもいいです。近くにあるとか1時間2時間で行けますっていう方はそこまで行ってみてください。これすごくメッセージ性の強いカードとして入っています。そうすることでより自分に自信が持てる、周りのことを気にしなくてもいい、お相手と確かな絆を結ぶことができるなど、自分の心がクリアになっていくってことが言われています。そして今あなたとお相手はお互い耐えているんだということ、それは幸運に向かって、それは間もなくお相手の動きによって変わっていくでしょう。これは押さえていただきたいなと思いました。ではお選びいただいたオラクルカードからメッセージをもらっていきます。こちらはリンゴの木のカードです。こちらのメッセージとしては、人生の小さな喜びを楽しんでいきましょう。シンプル化させていくことです。カードのワードは健康、愛、繁栄、魅力、そして引力、引き合う魅力です。感謝を表現していきましょう。豊かな果実からの恵みを受け取って自然界とつながり、シンプルで豊かな喜びを感じていきましょう。ここにも自然っていう言葉が出てきましたね。自然を抱きしめてください。そこからあなたの中の心の豊かさへとつながる何かヒントが得られるはずです。今強く導かれていますね。自然、特に木ですね。緑のある場所、強くあなたを求めています。あなたを呼んでいますね。ぜひ
緑に触れてください。観葉植物とかではなくて、自然大地から芽生えている生えている木の幹が一番いいんじゃないかなと思いました。はい、ということでこちらのメッセージをお届けしていきました。今回はお相手のお気持ち、そして2人の今後の未来、近未来の様子についてお伝えしていきました。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。それでは3番をお選びいただいた方、リーディングを行っていきます。今回のテーマはお相手の今のお気持ち、そして2人の恋の近未来について見ていきます。よろしくお願いします。ではトランスペアレント、こちらのオラクルカードを使ってカードを3枚出していきます。お相手の今のコンディション、そしてあなたのコンディション、そしてこの恋のテーマ、今のテーマですねを出していきます。はい、ではこちらで見ていきます。まずこちらがお相手の、コンディション、あなたのコンディション、2人の恋のテーマで見ています。はい、まずお相手テレパシーのカードですね。テレパシーというのは思考、伝達、魂、目には見えないエネルギーっていうのを今発していたり感じ取っていたりっていう、そういうエネルギーなんですよね。目に見えない力とつながっていくっていう、今自分自身の魂のエネルギーといいますか、目に見えない、うまく伝えられない、うまく言葉にできないんだけどエネルギーを発していく、それは何のエネルギーなのか、それは深掘りしていきます。言葉にしづらいものだっていうことがお相手の方から伝わってくるので、もっと言語化できるために補足もらっていきます。そしてあなたのところがこちら真夜中を表しています。そう、これは二極化されていくかなと思うんですが、夜なので何も言わない、言えない、沈黙、孤独を感じている、または真夜中何もないからこそそこに穏やかさ、平和というものがあるのか、または謎に包まれている、真っ暗闇で包まれているような感覚でいるのか、包まれている、つまりは本音を言わない、言えない、秘密にしているとかですね。あとは眠りっていうのも関わってきます。これね、その2人に似ているんじゃないかな、通じてるものあるんじゃないかなっていうふうに今見ることができますね。これお相手に法則出してからなんですが、あなたの心を呼び覚ますのがお相手なんじゃないかなっていうふうにも思うんですが、または、その深掘りしてから中にはそのお相手がまずきっかけなんです。あなたのこれからの動きだったり今の状態っていうのもお相手がきっかけになってるはずです。呼び覚ましてくれている、気づきを与えてくれたりとか、何かメッセージを届けてきてくれてるのかもしれないし、また逆にこの人の動きによって自分自身が混乱してしまっているっていう方もいると思う。もう少し深掘りしていきます。ただしお相手がここキーになっているってことは出てきています。2人の今の恋のテーマとなるのがわしのカードで、これは達成とか勇気を持って次のステージへ行きましょう、上昇していこう、高く飛び上がっていこうっていうカードなんですね。何を達成させるのかっていうところも詳しく見ていきます。まず深掘りなんですが、こちらのブレッシングオブラブカードでお相手の、何を伝えたいのか言語化できるようにもらっていきましょう。あなたに対するお気持ちとしてももらっていきます。まずこちらのカードですね。これとあとはもっと言語化したいので、こちらのシャドウキャットから1枚カードを出していきます。
はい、見ていきます。まず迷いですね。そしてありのまま、お相手何伝えたいのかな、あなたに伝えたいこと、もう一枚出しましょうか。あなたが来てくれないのかなと思います。だから気づきを与えたい、気づいてほしいとか、あなたに伝えたいことがある、メッセージを届けたいっていうことが出てきてるかな。念じてるんですね。言葉にまだできていないんじゃないかなっていうエネルギーです。あなたの方でも1枚出していきますね。集中力、集中したい。なかなか眠れていない自分の中の葛藤、自分じゃダメなんじゃないか、誰かと比べてしまう、なかなかお相手に会えなくてもどかしい、連絡が取れない、集中したいのに気が散ってしまう、飲み込まれそうになってしまう、お相手のことしか考えられない、または暗闇に飲まれそうになる。自分自身の心の中でもがいているんだけれども、だからといってではお相手に助けを求めるのか、何かできるのかといったら自分から動けていない、思っているだけで実際の行動には表せていない、そんなもどかしさを感じているあなたに対して、お相手はそのあなたのもどかしさっていうのを感じ取っています。感じ取っていて、今あなたに対して思っているお気持ちっていうのは、そのままその不安な気持ちを投げかけてみて、不安な気持ちや今伝えたいこと、私に伝えたいことを言ってみて、表に出してみて、ここで待っているよ、ずっと待ってる、あなたが何かを発してくれるのを SOS サインなのか、お相手に伝えたいことがあるのか、それを受け止める準備ができているんだ。あなたはもう十分に頑張っているから、誰かと比べたり完璧さを求めなくてもいい、自分自身に対して厳しくしすぎなくてもいいんだっていうことをすごく強く伝えたいっていうことと、あなたをサポートしていきたいっていう、導きたい、サポートしたいっていう気持ちがあるから相談してほしいっていうことが出てくるんですね。ではこの後もう少しお相手のお気持ちを見ていきましょう。そうですね、あなたの中で抱えているモヤモヤとかもあるのかもしれないし、また理想に向かって自分でこうなれたらいいなとか、それはこんな自分になれたらいいなってことかもしれないし、もっと素直になりたい、お相手に愛を伝えたい、素直になりたいってことかもしれないし、自分の気持ちがお相手に届くといいなっていう願いかもしれない。その願いが今強くなっているような状態なのかもしれないですね。決して自分のことを悪くは思っていないんだけど、願いが強くなっているのかもしれない。そこに対してお相手は受け止める準備できてますよ。ただしタロット出してみて、そのお相手のね、受け止めるよとかサポートするよっていうのが、それは恋愛的な感情なのか、それとも博愛的と言いますか、人間として対人関係としてあなたにサポートしていきたいっていう気持ちがあるのか、このあたりっていうのを少し深掘りして、お相手の今のあなたに対するお気持ちっていうのをもらっていこうと思います。はい、ではこちらからもらっていきましょう。少し複雑な、そうですね、状態、状況とか、そうですね、今の立場とお気持ちのギャップっていうのを感じていたりとか、かなりこのそうですね、2人でやっていくにあたって、どの位置、どのバランス、どの関係性でいたらいいのかなっていうことは考えています。
そうですね。ただその努力していけば、お互い歩み寄る姿勢や、そう動いていけば、変わるものがあるんじゃないかっていうお相手の中の気持ち、期待っていうのが出てきています。詳しくお伝えすると、今のお相手の、現状がソードの5番立場のところにソードのページですね。少し前の過去にワンドのエース、そしてこれからワンドの2番へとなっていって、そして今意識的に考えているところにソードのキング、そして深層心理、お相手自身もまだ気がついていないところにワンドの6番、期待や恐れ不安のところにカップの2番、あなたを表す位置にラバーズのカード、そして課題点ポイントとして押さえておきたいところにソードの2番、そしてペンタクルの9番、コインの9番と流れていきます。というふうに見ていくと、そうですね、その釣り合いバランスとか、社会的な関係性とか、ここかなと思うんですが、余裕が持てるか持てないか、その余裕っていうのは気持ちもそうだし、時間的な余裕もそうです。生活面、金銭的なこと、経済面でもそうだし、安定して楽しく時間を過ごせるかどうかっていうところが今気がかりになっているんじゃないかな。気が抜けない状態っていうのがお相手のところで入ってるんですよね。お相手が気が抜けないっていう風に出てるんです。あなたに対してサポートするよとか、迷わないでとか、迷ってるようにあなたが見えているよっていう風に言ってるんだけれども、お相手自身も実は気を張り巡らせているというか、緊張状態っていうのが出てきています。こちらはお相手が何を言いたいのかっていうことで言語化したことなんですけど、肩の力を抜いて、そしてあなたに言ってるのかなとは思ったんですけど、これを見てると自分自身に対して思っていることで、それをあなたに伝えたいのかもしれないですね。迷っていたりとか、決められない迷いのカードと、肩の荷を下ろして軽くなりたいっていうようなことをあなたにおいでって言ってるのかと思ったら、自分がそうしたいってことを逆に言ってるのかもしれないっていうぐらい気が今張り詰められているような状態。なぜか少し前の過去に物事が始まっていった情熱の始まりを表すワンドのエースのカードが入っているんですね。ただし物事の始まりといっても、それは決して良いものではなかったかもしれない。つまり何が言いたいのかというと、お相手の心の緊張状態が今あるということで、これ健康状態のバランスが、つまり不調ですね、心とか体の不調が見え始めてきたのかなと思いました。その始まり、不調の始まりといいますか、モチベーションの低下だったり、動いていけないんだって決断に迷うっていうところ、この迷いのカードが出てるので、物事を始めていきたくても迷っていてどうしよう、動けない、緊張するのはなぜかといったら、周りっていうのが関わってきます。ソードの5番、争い、対立、ライバル、そして今の自分の立場のところにもソードのページのカードが入っているので、いろんな情報が自分のところに行き交ってくるんだと。そして誰の話を信じていいのかわからないし、自分の気持ちをどこまで押し通したらいいかわからないし、自分の気持ちが今見えていないから、自分があなたに対してどう接していったらいいのかとか、どんな気持ちを抱いているのかとか、そういうところがまだ具体的にはっきりと出てきていないんだということかなと思います。ただこの方が今考えているっていうことは、あなたの気持ちに対して何かしらの答え、決断とか態度として示していかなければいけないなっていう責任感を感じているということ。そしてあなたを表す位置にラバーズのカードが出ているので、コミュニケーションや一方で選択っていう風にも見ることができるので、あなたとの関係性において物事を決めていかなきゃいけないな。それは恋愛関係だったとしても、お友達だとしても、今の関係性だとしても、維持するとか保つとか発展させるにしても、何かしらの形で示していかなければいけない、選び取っていかなければいけないよねって、自分の態度をはっきりさせなきゃいけない。迷っている状態から抜け出すとか、迷っていることを打ち明けるとか、そういうことで選択はっきりと決めなきゃな、責任持って誠実にあなたと向き合わなきゃなっていうふうに思っている。
そして深層心理、この人の中でまだ見えていない、自分自身でも気がついていない気持ちのところにワンドの6番のカードが入ってきていて、自分自身でも恐れを克服して進んでいきたい、恐れずに前に進んでいきたいっていう気持ちが出てきているんですが、まだそこに気がついていない。自分のそうですね、素直に打ち明けられない、言語化できないっていうのがそこに出てきているのかな。本当はこう思ってるんだけどとか、自分の素直な気持ちを伝えてしまったら嫌われちゃうかもしれない、今の関係性を保てなくなるかもしれない、迷っているっていうこと自体告げたら、あなたがそこで不安に思うかもしれない。選択の時に立たされているけど、今のバランスと選択とどっちを取っていけばいいんだろうっていうところで、かなりこの左右されているところがある。うまくバランスを取るために自分の気持ちを押し殺しているのかもしれないし、迷ってるよってこと自体言えなくて平然と振る舞っているのかもしれないし、毅然とね振る舞っているのかもしれないし、周りに気づかれないようにうまくやっていかなきゃっていうふうに思っているかもしれない。このお相手の中でやはり時間がうまく取れない、体調が優れない、余裕がないっていうのが出てくるんですね。あとそこだけ揃えば2人の関係性はより安定したものになるのになっていうところが出てきているんですね。少しバランスを崩しているようにも見えます。お相手自身が崩しているんじゃないかなと思うんですが、あなたはどうでしょうっていうことで、シャドウキャットでもう少し補足もらっていきます。言葉にできないけど強い思い、はい、こちらで見ていきます。はい、罠のカード、あなたリターン復帰のカードですね。はい、戻ってきてほしいと願っている。そしてハッピーエンディング、回復、調和の回復。これはその回復が2つ出てきているので、やはりそのお相手の今崩しているところ、崩されているところ、体調なのか生活習慣バランスなのか、整っていないものがあるんです。目に見えるものですね。時間がうまく噛み合わないとか、体調悪いとか、そこの回復を願っている。また2人の気持ちが通い合うことを、また再びコミュニケーション取れること、連絡取り合えるようになること、お相手が戻ってきてくれることをあなたは願っている。はい、常にそうですね、何かの選択をしたとしても、それは2人にとって良い結果であることっていうのを願っているし、何よりもお相手のことを気遣うあなたの姿っていうのが見えています。ずっと待っていますね。ここにも出てきていましたよね。たとえ自分が苦しい思いをしたとしても、また自分の心の中に本当は伝えたい思いだったりとか葛藤があったとしても、まず第一優先に考えるのはお相手が元気になってくれること、健やかになってくれること、気持ち穏やかになってくれることだったりとか、お相手の幸せっていうのを願っているっていうのが出てきているんですね。で、お相手のところかなりこの引っかかっているところっていうのに、信じられない、迷い、決められないっていうのが入ってきます。自分が飛び乗っていっていいのかなっていう、そうですね、優柔不断なわけではないんですが、人を今信用できないというか、誰かに騙されたとか、それは恋愛ではなくて、対人関係かもしれないんですが、そのことによって悩んでしまった、病んでしまったとか、気持ち落ち込んでしまったとか、そういうことがあるかもしれない。対人関係の揉め事、その渦中にいるよっていうことが出てきているんですね。もっと楽になりたいっていうのがあって、それをあなたに伝えたいんだけど、なかなか伝えられない。それはなぜか、自分の中のプライドが邪魔しているのかもしれないし、今誰のことも信用できないぐらい落ち込んでいるとか、誰を信用していいかわからないとか、そういうこともあるし、あなたとのことにおいて決めなければいけないことがあるんですが、それを決められずに迷っているってことすら言えていないのか、あなたが手を差し伸べてお相手の動きを待ってくれてる、お相手のこと支えるよっていうふうに言ってるんだけど、自分の中で今一つ動けていないっていうのが出てきていて、どうしようっていうのもあるんだけど、どうしようっていうことすら言えない、この言葉にして言えないっていうのがあって、それは
あなたに届いているかどうか、届いているかどうかっていうのは言葉にしないから届かないと思うんだけれども、どこかであなただったらそれを受け止めてくれるんじゃないかとか、伝わってるんじゃないかっていうふうに思ってる、期待してるけど、その反面恐れてるところもあって、いや、この迷ってるとか、そういうところもし悟られてしまったら、それはそれである意味怖いなっていうふうにも思ってるし、かなり警戒心っていうのが今出てきているんですよね。なぜ警戒しているのかって言ったら、揉めているから。喧嘩したりとか離れてる方もいるかもしれない。復帰のカードが出てくるから、お相手に帰ってきてほしいなって、元気な姿で戻ってきてほしい、また会いに来てほしいってことをあなたが願ってるので、今あなたとの間で喧嘩しているっていうお相手もいるかもしれないしね。だから本音を見せられないとか、そういうことも出てきてるかもしれないし、あなたとの間で距離が空いていないとか何もないっていう方だとしたら、このお相手が今対人関係で揉めていたり騙されていて人間不信になっていたりとか、不信感っていうのが強く出てきています。誰を頼ったらいいかわからない。そうですね、自分の気持ちがうまくバランス取れない。そして肉体的にも今不調を抱えているんじゃないかなとも思うんですね。で、こうしていけばいいのになとか、ああしていきたいってことは考えてることはあるんだけど、じゃあ実際それを形にして今すぐ出せるんですかって言ったら、出せないかもしれないというのは出てきています。ですが、これから先の未来、近未来の流れ見ていくと、お相手の期待、不安、恐れっていうところでカップの2番のカードが出てきていて、あなたと通じ合えなくなることが恐れていたりとか、また逆に恋愛関係になっていった時のその時の不安、この自分のトラウマかもしれないし、人に対するトラウマ、昔誰かに騙されたからとか、そしてあなたは手を差し伸べてくれるんだけど、その手を受け取っていいのかどうか、こんな自分でいいんだろうかっていうことかもしれないし、そのあなたと恋愛関係を始めていく時に当たっての不安かもしれない。ちょっとこの方ね、今複雑な状態かな。それをうまく補いつつ、自分自身で取り繕いつつ、今の関係性を維持してたりとか、今の会社でうまく立ち振る舞っていたりとか、なので周りの人から見ると普通に立ち振る舞ってるように見えるかもしれないけど、かなり心の中ズタボロになってるような状態。そしてこれからあなたのその願いや思い、気持ちっていうのがお相手にじんわりと伝わっていくと思うんですよね。そしてやがてここハッピーエンド、回復、調和の回復と出てきていて、お相手の体調が回復するとか、2人にとっての障害物が立ち去っていくこと、それによって2人の絆がより一層深まるとか、また元のように2人仲良くいられるとか、そういうことが出てきています。なので今辛い、苦しい、もどかしい、うまく伝わらない、お互いそう思ってる、伝わらない、うまく伝達していかないっていうことに対しても、そのことがこれから回復していく、お相手の肉体的な健康を取り戻すとかっていうことなのかなとも思うんですけど、もう少し近未来の流れっていうのを見ていきましょう。1枚カードをタロットで出していきます。2人の恋の近未来についてどうなっていくのか、オラクルカードからもらっていきます。まず2人の希望、未来において希望を捨てないでください、諦めないでねっていう輝かしい未来が待っています。今はたとえ苦しかったとしても、今の問題は解決されていきます。回復っていうカードが2枚出てきていること、調和へ向かって、またあなたの望んでいる関係性や今落ち着かないことも落ち着いていって、また平和な世界だったり、あなたが思う存分安心できるような、そんな未来が訪れます。今は待ちましょう。あなたの方から何かしてあげれることがあるとするんだったら、お相手を待つことっていうふうに出てきています。
に時間はかかりません。3ヶ月以内の恋の近未来で見ているので、3ヶ月後あたりにはお相手は回復しているし、2人はハッピーな関係になっているってことはもう出てきているので、今不調なものが回復していく、元に戻っていくっていうことが出てきています。距離が空いている方、お別れしてしまった方、音信不通とかお相手と喧嘩している方っていうのは仲直り、元に戻っていくし、今お相手の方で不調を抱えていて大変そうだなっていう方は、お相手のこのごたつきっていうのが落ち着いていきます。そしてまたあなたと連絡を取り合うようになるとか、お相手が回復することによって楽しい時間を持つことができるっていうのが出てきていますので、ここは今は大時ですって、お相手を支えてあげてくださいというふうに出てきています。お誘いをするとか連絡をするのではなくて、遠くから優しく見守っているよとか、時々声をかけてあげるとかっていうことかもしれません。一途というカードですね。そして愛はあなたの中にあります。はい、あなたが本当に欲しいものっていうのはもうすでにあなたの心の中にあるんです。それにあなたは気がついているでしょうか。で、自分の心の中に持っているものを忘れていて、今それを見えなくなってしまってるから、その愛情が欲しいっていうふうに思っていて、または我慢していたりとかするかもしれないけど、今ある愛情とか、今まで受け取ってきたものとか、今あなたが送り続けていることっていうところに目を向けてください。こちらの愛はあなたの中にあるというカード、鏡が出てますよね。こちらの猫のカードにも鏡が出てきていたんですが、この鏡はあなたの心を表しているんじゃないかなと思いました。はい、あなたの中にも素敵な部分があるし、あなたの中にも愛情、本当の愛っていうのがある。それに目を向けてください。今あなたは自分の心の愛情に、背を向けていて、外の世界っていうところに手を差し伸べているんですが、実は本当に癒すべきところは今はあなたの心の中にあるのかもしれない。つまりはお相手を癒したい、お相手の回復を願うというよりは、自分の傷だったり自分の心の中に目を向けて自分自身を癒す必要が今は優先的に行う必要があるかもしれません。自分の心を温めて、その後にその温かな心でお相手に向かっていきましょう。そうすればあなたの温かいエネルギーがお相手へと届いていくでしょう。少し時間がかかるかもしれません。はい、すぐにお互い回復するとか思いが通じ合うっていうことは時間がかかるかもしれませんが、あなたの心が温まっていくことにより、その光がお相手へと伝わっていきます。小さな光かもしれない、足りないかもしれない、それでいいんですね。足りないかもしれないって思うことはない。そのあなたの輝きがお相手に届くっていうこと、いずれ届いていくんだっていうことを忘れないでください。どんな光でも光なんです。小さい大きい違いはあれど、あなたのそのあなただけの光がお相手に届く時がやってきます。お相手の心を癒す時がやってくるでしょう。かなり傷ついているお相手っていうのが出てきました。最初はあなたが傷ついているのかなと思ったんですが、お相手が言葉にできない苦しさを抱えているというふうにタロットで深掘りしたら、お相手側のお気持ちとして出てきていました。はい、そうですね。ということは、この月のカードっていうのも2つに分かれるかもって言ったのは、多分あなたが抱えきれない思いとか孤独を感じていたとしても、またはそうですね、うまく言えないことがあったとしても、眠れない夜があったとしても、自分自身を癒すことにより自分の中の明るさに気がついてくださいっていうメッセージかもしれません。そして一途にお相手を思い続ける気持ちというのが、いずれお相手の心を溶かしてお相手に温かいエネルギーが伝わっていきます。そのあなたの努力したこと、頑張ったことっていうのが実り、達成へと向かって物事が流れていきます。だからまず自分の温かい気持ちを思い出して、そこを大切に育んでください。自分自身のいい面も悪い面も全て受け入れて、自分自身を大切にすること、自分の心を
見つめることによって新しい発見が出てくるでしょう。それによってお相手への接し方や受け取り方が変わってくるかもしれません。いずれ今の状態は回復していくんだっていうことを胸に留めてください。これは共通して言えます。調和していく、回復へと向かっていくっていうこと。はい、そして今お相手に何かできることといったら、信じて待つことが一番いいかな。そして自分の心を見つめ直すこと、あなたの心を温めてください。ではお選びいただいたオラクルカードからのメッセージです。こちらはひなげしのカードです。はい、あなたの豊かな創造性を受け入れましょう。カードのメッセージは豊かさ、休息、優しさ、喜び、真実の愛です。自分自身に優しくしましょう。柔らかさをイメージして涙を流し、心の痛みを和らげてください。心に閉じ込めた不純物を解放し、喜びと一緒に新しい世界への扉を開いていきましょう。新しい世界への扉はあなたの心にすでにあると思います。はい、実はこの鏡の世界のその向こうが新しい世界なんですね。今あなたは新しい世界に目を向けられていなくて、自分の心に目を向けられていなくて、不安な思いを抱いていたり、またお相手の方もね、選ばなければいけないとか、選択に立たされているとか、はっきりと何かを示したいんですが示せない、そんなかっこ悪い自分どうしようっていうふうに葛藤されていたりとか、戦っている最中っていうのが出てきますね。時間に余裕がないっていうのもあるので、また体調不良っていうのも考えられるので、お相手のことを待ちつつ、自分の心にもう一度立ち返ってみてください。自分の心を温かくしておきましょう。いずれそのエネルギーはお相手に伝わっていきます。今回はお相手の今のあなたに対するお気持ちと2人の恋の近未来となっています。恋の近未来、回復していくっていうのが出てきているので、何かしら一つのサイクルを終えて回復していく上昇傾向になっていきます。今は辛いかもしれないけど、恋の近未来、この先数ヶ月先、3ヶ月以内で見てるので、3ヶ月後あたりのこの望み、失わないでくださいねっていうメッセージも出てきていました。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。今回のリーディングは以上となります。2人の恋の近未来、お相手の今のあなたに対するお気持ちについて見ていきました。3選択肢それぞれ結果が異なってきたと思います。3ヶ月以内の流れになっていきますので、まだまだ1ヶ月後、2ヶ月後、どんどん変わっていきます。はい、今のあなたの心のどこかに響くメッセージとして何かお受け取りいただけたらなと思います。はい、では今回は共通メッセージとしてカードからのメッセージをもらっていこうと思います。はい、今回はこのように広げていってカードからのメッセージをもらっていきます。こちらからのメッセージです。欲しいものを欲しいという、この共通メッセージをもらっていきましょう。こちらのカードのメッセージですね、お伝えしていきます。今は欲しいものをさしてもらうのを期待して待っている時ではありません。自分から行動を起こして相手に欲しいものやして欲しいことを伝えていきましょう。欲しいものを表現することは恥ずかしいことでもわがままでもありません。勇気を出して伝えていきましょう。たとえ一度で分かってもらえなくても諦めないでください。何度も表現することであなたは自分の意思を確認できるでしょう。自分を満たしてあげられるのは自分です。たとえそれが手に入らなかったとしても、欲しいと主張できた体験があなたの内なるチャイルドを喜ばせるでしょう。また自分から行動して得た体験があなたに自信と深い満足感を与えてくれます。あなたは一番欲しいものを手にするために行動していきます。その力があなたにはあるのです。はい、というメッセージです。こちらの欲しいものを言う、表現する、手を伸ばすというのを共通メッセージとしてお受け取りください。それでは今回の動画は以上となります。また次回の動画でお会いできるのを楽しみにしています。いつも高評価やコメント、そしてシェアなどたくさんのリアクションをしていただきありがとうございます。すべて受け取っています。
この動画をご覧いただいた皆様の好きなお相手との恋愛関係がより一層良いものになっていきますように応援しています。